こんにちは、MD ジャックです。皆さんこんにちは、アイです。ジャックさん、なんかまたすごいインパクトのあるモデルが出ましたね。パンダだけど怖いな。ホラーですかね。発音合ってるかわからんけど CTACON って言うんだって。古代中国の伝説に出てくる鉄を食べる怪物だとか、アークナイツのキャラクター F イーターとしても知られてるようだね。ちょっと肩に乗らないでよ。怖い。気に入られちゃったみたいだね。食べられないようにね。どっか行ってよ、もう。ああ、びっくりした。さて、気を取り直して。キネラセレストって最初はキューブのキツネ、クミホでしたから、モデル名は伝説の生き物シリーズで攻めるんですかね。路線に迷いがなくて面白いよね。というわけで今回はキネラセレストパンダモンのレビューです。インパクトだけではなくいろいろ特徴のあるモデルなので早速見ていこう。はい。パッケージ内容は結構あって、パンダモンの金属製のしおり、バネ口ケース、メンテ用のブラシなど外箱を含めクミホの滝同様結構気合入ってますね。価格はクミホよりちょっと高めで8000円台で販売しているショップが多いです。ユニークなデザインが最初に目を引くけど、ドライバーは 10×10mm の SPD スクエアプレイナードライバー1機搭載。グミホでは広域用に BA がプラスされていたけど、改良を加えた SPD2.0 は性能が上がったらしい。最初 SPD1 機でオールレンジをカバーできるのかなとちょっと心配だったけど、聞いてみてそんな不安は吹き飛んだね。それとプレイナードライバーモデルとしてはとにかく音量が取りやすい。一般的な BA ハイブリッドやダイナミックドライバーモデルとの音量差はほとんど感じなかった。鉄を食べる怪物の描かれたフェイスプレートは堅牢で、 SUS304L は L グレードと呼ばれる炭素成分を減らすことで腐食性の向上したステンレス鋼が使用されている。フェイスプレートのパンダモンを取り巻くように切り抜かれた部分からフィルター越しにエアフロー調整されているようで音が少し漏れてくる。なのですごく開放感あって聞いた瞬間、おおいいねーって思ったわ。そうなんですね。顔は怖いけど音がいいんですね。片側実測 3.5g はタングズレイナー SG より軽いんですよ。この軽さは装着感向上に有利です。丸口小さめなので遮音性はちょっと不利かもしれませんけど、つけ心地いいですよ。ステム先端がちょっと太めなのでイヤピ系の確認はしといた方が無難。系の小さいイヤピだと避ける可能性あるから。今回のサウンドチェックは同じブランドのセレストグミホでパンダ VS キツネです。ルール無用の牛格闘戦みたいですが、これイヤホン対決ですから。顔の怖さはパンダモンの一本勝ちだけど音はどうかな。イヤピは単ジジム TAP ビートレブロー。ケーブルはパンダモン付属の4コア OFC ケーブルを使用しました。ではサウンドチェックです。音量上がります。はい、では後半です。サウンドチェックの違いはグミホの広域に特徴があったと思うんですけど、皆さんはどうでしたか？波形を比較しながら違いを見ていきましょう。はい、サウンドチェックでの2モデルの比較ね。こうして見るとあんまり重なるところがないね。それだけ特徴が違うってことなんでしょ？そうだね。聞いてても結構違うもん。広域は特にね。パンダモンの低域から 1.5km ぐらいまでのカーブ、かなり平坦だよね。あんまり見たことないもん。低域は波形で見るより控えめに感じるけど不足感という感じはしない。中低域から中域は減衰幅がとっても少ない。
中高域から上は 2.5 キロあたりのピークから6キロぐらいにかけて緩やかに落ちていき、6キロ過ぎから8キロのピークに向けて上がっていってる。箱出し一発目の主張ではめっちゃ開放感あって心地よかったもん。ちょっとフォーカスが甘い感じで音が遠めに感じたのと、広域が弱くはないけどちょっと暗めに感じたもん。それは4から6キロの波形見てある程度納得。あと中域がこれだけ減衰していないのに飽和してる感じがしないので、ちょっと波形のレベルを変えてグミホの中域の減衰に合わせてみた。するとこうなる。こういう比較が正解かどうかは置いといて、これで色々納得できたもん。一人で納得しないでちゃんと教えてくださいね。それからパンダモンだからってもん言わないでください。バレてたか。バレてるもん。あくまで主観だけど 200Hz から6キロ付近までのカーブがすごく似てる。広域はグミホほどではない代わりに低域も抑えることでバランスは取れてる。さすがに超広域は SPD1 機ではカバーしきれないようにも見えるけど、聴覚上それほど気にならない。聞いていてどこをどうしたいっていうのがあるとすれば、最初に感じた広域の暗さをちょっと変えたらどうかなと思って5キロ中心に Q を広めにして4デシベルほど持ち上げたらパッと明るくなったので、ここは必要に応じて補正することにした。開放感がいいって言ってましたよね。最近聞いたモデルの中では一番開放感あるね。イヤピによっては小さなヘッドフォンで聞いてるみたいで、ライブ音源やジャズトリオの演奏など臨場感がすごい。ただそこが弱点にも感じて音がちょっと遠く感じるのね。そういう傾向のモデルと割り切って聞ければ問題ないけど、一応イヤピで調整できるかなと思って試してみた。結果は上の通りで、フェイスプレート側は開放されて音も漏れてるわけだから、イヤピ側の密閉度を上げて低域をもう少し出したいのと、鼓膜からの距離をできるだけ短くしたかった。これにヒットしたのがセドナイヤーフィットマックス。マックスを装着すると開放感は残るけど制御でき、遠目だった音も近めに解像感も上がったように感じた。マックスじゃなくても軸の短い TWS 用のイヤピなんかでもいいと思う。あと低域を持ち上げるという意味では TRI 角笛もなかなか良かった。一通り聞いてみたけど開放感に変化がないか増してしまうものだったので、この7種の中ではセドナイヤーフィットマックスがベストだった。まとめると、セレスト、パンダモンは低域、広域ともにさほど強くはないがバランスが取れていて聞きやすい。開放感が心地よく、最近レビューしたモデルの中では一番。モニターライクな傾向の質感ではないので、リスニング用とメインと割り切った方がいいかも。解像感を上げた感じで聞きたければ5キロ中心に Q 広めで EQ を適度にプラス補正。プレイナードライバーなのに音量が取りやすい。ユニークなデザイン、音質面は開放感がユニーク。軽量で SPD1 機でちょっと気になるモデルといったところでしょうか。デザインからは想像つきませんでしたね。皆さんは注目されているんでしょうかね。注目されていないとしたらダークホース的な存在かもしれませんね。確かに。でも注目されてたらダークホースとは言わないよね。じゃあダークパンダで。ありゃ、見事に誘導された感じだね。デザインも音質も一味違ったモデルなのは間違いないでしょうね。ということでキネラセレストパンダモンのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。